これぞ伝統空手。美しくて力強い演武を作り上げるのにはどんな工夫があったのか。そして今だから言える失敗とは。入ってますよね。あれ入ってますね一瞬ですけども僕らの中で永遠に感じる今日の日和エクスプレスは国際勝闘館総本部指導員の仲良し3人組が本音を語ります。私伊藤光信と申します。私ポルと申します。伊藤さん、去年の全国大会の演武はとてもかっこよかったです。あの動きにはどんな工夫があったのでしょうか。まず一番最初日和先生と自分が向かい合って、ですごく特徴的な方でこう斜め一直線に行ったり来たりする方なんですね。でそれを向かい合った状態で交差するように演武を作ってみて、まずそれを見せて、でその後にその中の技を実際に敵と対面した状態で演武するっていう形で行いました。団体型でまず何人かで揃って試技をするときに大体皆さん同じ方向を向いて、大会の競技でも同じ方向を向いて始めるんですけど、今回は向かい合った状態からなのでお互いにお互いが見えなくなるところがあって、そこはもう緊張もありましたし、初めての試みっていうのもあって、そこは珍しいんじゃないかなと思います。もう見えないんでタイミングは本当に自分と相手を信じてやるしかないので。なんていう方なんでしたっけ。眼覚翔という方です。僕がやりたいって言って日和先生にお願いしました。理由は何かあるんですか。ですね、海外で信明館長が演武をしてる動画があって、それを見た時に眼覚翔ってこんなにかっこよくなるんだってなって、で大会とかでは実際に試技できない方なんですね、今のルールでは。そうなんですか。そうなんです。なのでこう認知もそんなにされてないし、ここで演武としてやったら面白いかなということで日和先生にお願いしました。そうだったね、はい、眼覚翔をやりたいって言われた時に、OK って思ったのかちょっと難しくないと思ったか、嫌だなと思ったか、なんか、率直な気持ちは。 OK って思いました。おお型自体本当にかっこいいですし、動きちょっと独特だったりするので、全国大会っていうのもあって、大会でこう皆さんが、やる方じゃないのをあえて選ぶっていうところは私すごく気に入ったんですけど、ただ斜めの動きなので、じゃあ2人でどうやってやるっていうところはちょっと心配でしたね。もう何回も稽古して、で稽古の時に動画撮って、後で見返したらもう全然ずれてるじゃないですかそういうところから始まったわけですね。最初そこから始まって、でなんとなく型の中で、ここを見せたいなとか、ここはガーって力入れてそこからスーっていこうみたいな、こう型のこの見せるポイントというか流れをお互いにこう共有してやったあったかなっていうですよね。もともと認知が少ない方なので、まずはシンプルな動きをゆっくり表現して見せて、細かく部分的にここはこうだよってこうみんなに見せた後にスピード感でさらにちょっとプラスアルファでパーンと蹴られたりとか。僕ね、あれ見ててすごい驚いたのは、日和さんの前蹴りが伊藤先生の顔にバンって本当に入ってるように見えたんですよ。入ってますよね、あれ入ってますね蹴りに合わせて自分がこうスッて少しこうリアクションを取って受け流すというか、そういう練習をしてて、実際こうギリギリでいつもコントロールされてたんですけど、本番の時はちょっとギュッとガツンとね。いやでもガツンというよりかはこう本当にスキンタッチぐらいでパンっていう
日和さん的にはあの演舞のここが実はすごい苦労したところ、もしくはここが私一番かっこいいみたいなとこってありますか？おすすめポイント。2人でやったところの今話にもあった前切りのところは我ながら距離も結構いい感じにできたなっていうのはあって、本当あれも信頼があったので私も、しっかりとした距離感でできたし、本当に彼と小さい頃からずっと一緒に稽古をして育ってきたっていう信頼感がないと、多分型の演舞も2人の応用の演舞もできなかったなって思いますね。ポルさんは金沢信明館長との演舞でしたね。館長の相手役を務めるのは責任重大ですよね。どんな気持ちでした？そうですね、めちゃくちゃ責任感じますよね。だからまず、内容は何回か練習したんですけども、まず2人の演舞があって、2人に負けたくないなってずっと思って、失敗したらすごいまずいと思って、あと鑑賞と2人の演舞ですけども、やっぱり鑑賞が考えた内容ですし、鑑賞がメインで、なので私が失敗したら鑑賞も見るとすごい緊張感感じて、何回もお二人は練習しているところは見てるんですけれども、すごいなっていう、もう本当に近くで見ると圧巻するようなお互いの駆け引きがあって、でそれをああいったダイナミックな演舞で披露するっていうのがもう私はもう大好きでした。映像で分かりにくいかもしれないですけど、本当2人とも身長が高くて185とかで、館長183とかあるので、その2人がああいう立体感のある演舞をすると、本当に伊藤先生も言ってたように、もう実際見ると本当でもう圧倒されるような迫力がありますよね。ここを見てくれみたいなポイントはありますか？そうですね、最初の方は1回技をゆっくりして、その後同じ技をもう少しスピードアップして、開始技を若干変えるっていう4回ぐらいそういうパターンを切り返して、それが1回ゆっくりやってるからなんですか、思い出しやすいっていうか、でもその次もう少し重組手的なことをいきなりワンツーとか攻撃した後もう一回ステップしてもう一回攻撃しなきゃいけないとか、そういうパターンが出てきた時、これもう少し自由になるから、もう少し前が正しいかどうか、そこ緊張してたわけですね。そこ難しいっていうか、そのピークの演舞の中のピークですかね。で実際やった時、一番最初日和先生と伊藤先生の演舞と同じ上段前切りの出会いの技が出てくるんですけど、自分滑りました。なので前に行った時、足が前切りが来たと同時に足が滑って鑑賞の足の真下にポンって置いてちゃった。鑑賞の手前にいるつもりで、鑑賞の足の下にいたんで、そこちょっと恥ずかしかった。鑑賞パンってちょっと僕踏まないより頑張ってくださったんですけど、そこはちょっとあれです。元のプランは来た時ね、2人と同じパンって後ろに反応するんだけど、この後ろの反応すると同時に足が滑ったから体全体ポッより迫力が出たんですね。もう自分も全力でいこうと思って、それで足が滑りましたね。張り切りです。でもそれでリアルに見えるから、それ全然いいことなんですよ、別に、悪いじゃなくて。でも全然気づかなかった。でもこういう裏話はすごい面白いですね。私も今初めて知った。正直もう一個あったんですね。それちょっともう自分本当にそこが悪くて、M のどこかで覚えてないんですけど、蹴ってでもう一回蹴るという攻撃のパターンがあって、そのもう一回蹴るところで何をやらなきゃいけない、一瞬忘れました。で一瞬あれで館長もあれみたいな感じになって一瞬ですけども、僕らの中で永遠に感じる
映画的な表現出ました。でそうなってでそれももちろんお互い気づいたわけですね。でそれ終わったらもう本当にお詫びもう感謝申し訳ない。いやいやいやもうまあ感謝は感謝だけなんでしょう。もういいありがとうもう全然でも私が本当に悪かったと思ってもう動画見た時もそんなに見えないから大丈夫。 0. 何秒なんだけど永遠に感じるって瞬間ありますか？ありますね。ある試合組手の試合で私感じたことあります。スローモーションに感じる。今年の夏も国際消灯館の全国大会がやってくる。8月30、31日代々木第二体育館、みんなも応援に行こう。